京都大学防災研究所の大西です。私からはレジリエンスにおける統合という観点から、最近の学術における努力がどのような課題に向けられているのかについてお話ししたいと思います。本シンポジウムでは、インフラストラクチャーレジリエンスフレームワークを議論のベースとしているわけですが、その一つの要素がインフラストラクチャーレジリエンスドメインになります。インフラレジリエンスに関する具体的な政策について議論する場合には、明示的であろうが暗黙的であろうが、何らかの文脈が前提になっています。そしてその文脈は、ハザード、インフラシステム、イベントサイクルという3つの要素の組み合わせで決まるために実に多様であることがこの図からも分かります。では学会の取り組みとしてコミュニティに対する影響が大きく重要ではありますが、あまり注目されていない問題はないのかといったことが気になります。つまり我々はこのようなさまざまな文脈に対してバランスよく注意を払っているかどうかという問題です。こうした問題意識から最近の学術論文のキーワードを分析することによって、このドメインの中でどこに多くの力が注がれているのか、あるいはそうでないのかを見ていきたいと思います。具体的には2010年から2019年までに出版された災害リスクの軽減に関する学術雑誌の論文を対象に、ハザードとインフラシステム平面でどのように論文数が分布しているのかを見ていきたいと思います。対象とする学術雑誌の選び方によって結果は変わり得るものですが、特定のハザードを扱っている雑誌はあえて外しております。したがって学術界の努力を網羅的に反映しているかどうかということについては完全ではありませんが、そうした限界がある中での結果であることについてはご了承ください。手順としてはシンプルではありますが、まず対象となる文献の中で下水処理、地震、レジリエンスというキーワードを含む論文を検索します。で、次に下水処理や地震が単なる例示ではなく、当該論文の主なるテーマとなっていることを単語の出現頻度でスクリーニングをかけ、残った論文の概要を実際に読んで確認しています。で、そうして得られた結果がここに示されている表になります。数だけ見ても分かりにくいため、ハザードごとにどのインフラ施設に関して注目が集まっているのかを見ていきたいと思います。この図は地震に関する論文のうち、どのインフラシステムへのリスク軽減を対象にしているものが多いか、あるいは少ないかを示しています。これを見ると、地震が交通及び水道に及ぼす影響に関して比較的多くの研究が行われていることが分かります。特に交通については多くなっております。交通は災害時の応急対応においても最も基本的で不可欠なインフラサービスであることを考えれば、当然の結果かもしれません。一方で電力や液化燃料供給のように重要と思われるシステムでも学術論文として注目されていないものがあることが理解できます。データの入手のしにくさなども影響しているのかもしれません。こちらは津波になります。地震と同じような傾向があるように見えます。地震や津波は特定のインフラシステムだけではなく、広範に影響を与えるものですが、注目されているインフラシステムにはどうも偏りがあるように見えます。次は洪水に関するものですが、やはり洪水でも交通への影響に注目しているものが多いです。でまた、洪水なので当然ですが、浸水防御インフラに関する研究も多くなっています。これは主にハードシステムによる洪水リスクの軽減について論じなものであります。地震分野で注目を集めていた水道も洪水の話になると思いのほか少ないことが分かります。汚水処理についても洪水で大きな影響を受ける可能性がありますが、思ったほど多くはありません。火山に関する研究ではそもそも少ないですが、やはりその中でも交通が多いように思います。で、噴火によって大量に火山灰が噴出すれば、大雨の際、土石流災害につながることもあって、この浸水防御施設に注目した論文もあります。こちら気候変動ですが、やはり交通が占める割合が大きいのですが、これ中身を見てみると、気候変動が交通システムに与える影響というよりも、交通システムが気候変動リスクに与える影響についての文献が多くなっています。これまでハザードがインフラシステムに与える影響を見てきたわけなんですけど、
気候変動の場合は、インフラシステムがハザードのリスクに影響を与えるという、逆の流れを対象としているということです。で気候変動リスクは水供給の問題に直結しますので、水道に関するものも多く見られます。また、洪水リスクとの関係で浸水防御システムに関するものも少なくはありません。数は本当に少ないですが、竜巻に関する研究もありまして、こうした風に注目した研究っていうのは、火山と比べても少ないわけですが、その中でも交通というのがやはり対象となっています。でハリケーンですが、こちらは交通と電力が大きな割合を占めているように見えます。それは納得感があることのように思いますが、実際、日本では2019年、台風15号によって多くの電柱が倒壊して、千葉県を中心に大きな停電被害が生じました。一方、浸水防御についても台風と高潮の問題がセットで、あればですね、と考えれば、思いのほか数が少ないように思います。次はシビアストームということで、これは風や雨、雹など極端なその天候で、日本では、台風や洪水などのカテゴリーに分類されるものも含んでいるように思いますが、このキーワードを使って検索してみると、少なくとも火山より多くの文献があることが分かります。で傾向としては洪水や台風、ハリケーンに近いように見えます。で最後、火事ですが、ここでも交通が一番多くなっているということです。でハザード別に、このインフラレジリエンスに関する論文を見てみますと、洪水、気候変動、シビアストームで半分を超えていました。地震よりも大きな割合を占めていることが見て取れます。本シンポジウムでも、日本ですが、国家レジリエンス政策の下で流域治水の政策が展開されているという話があります。水に関わる災害は、インテグレーションの必然性がですね、高い分野なのかもしれません。津波の割合は意外に小さいですね。インフラレジリエンスという枠組みの中であんまり語られていないようにも見えます。で火山、火事は、そもそも数が非常に少ないということも、見て取れます。で、エフォートの配分を見るのに論文の数だけでは不十分かもしれませんが、我々がなんとなく直感している事柄を示唆してくれる部分もあるように見えます。さて、こちら京都大学防災研究所と東京日動リスクコンサルティング株式会社の共同で行った調査の結果なんですが、予測、予防、対応の3つのフェーズごとに自然災害に関係している国の事業予算と国の防災分野の研究開発予算を比較してみたものです。防災事業予算に占める研究開発予算の割合はわずか 0.9% となっていまして、で防災事業の予算配分で見ますと、対応には 84% を占める一方で、対応に関する研究開発予算っていうのは、それにして非常に小さいことが見て取れます。また、防災関連の研究開発予算を見ると、予測が占める割合が 72% となっていて、その中心が観測研究となっていることが分かります。で、ハザード別に見ますと、地震、津波の研究開発予算が 57% と大きな割合を占めていることが分かります。また、防災関連の研究開発予算のこの推移を見ていきますと、東日本大震災が発生した後、また熊本地震が発生した後に、地震津波の分野に大きな予算配分がされています。こうした大きな災害が生じた後に一過性の予算が配分されるような傾向が見て取れるわけですが、これは日本だけの話かもしれませんが、インフラレジリエンスという概念が包含する対応へのフェーズがまだその研究開発努力が十分でないということと、災害が起こってしまった後に
この開発努力を行うという、泥縄的な対応になっている可能性があるということを示唆しています。次にインテグレーションについて私の考えを少し述べておきたいと思います。インテグレーションが求められる分野を考える際に、この複合災害という視座が役に立つように思っています。で、ここに示しているのは、一例に、ほんの一例に過ぎませんが、例えば地震などで、川の上流の都市で、下水施設が壊れて、で、汚水が溢れた場合に、川の水を取水する、下流側の都市で公衆衛生のそのリスクの問題が生じる可能性があります。つまりインフラシステムは自然災害の被害者であると同時に、二次災害を生み出す原因となるということです。複合災害というとですね、ここに示してますように、複数の災害ハザードが同時に発生するような状況を、思い浮かべます。こうしたことも深刻なわけなんですが、先ほど説明したように、インフラシステムが生み出す、インフラシステム自体がですね、新たに生み出すその二次災害も複合災害に含めて検討していく必要があるように思います。で、最後に、現在私が取り組んでいるまさにこのインテグレーションを軸とした研究プロジェクトについて紹介して終わりたいと思います。このプロジェクトは航空機が火山灰に対して極めて脆弱であるということから火山の大規模な噴火が差し迫った段階で求められる航空の交通システムの危機管理方法について検討しております。で、この左の図にありますように、日本列島の南西に位置する桜島において大規模な噴火が生じた場合、風向きによってはですね、日本の主要空港を含む広範なエリアに火山灰が拡散するという可能性があります。で、ここではその細かい話については説明する時間はございませんが、こうした実践的なプロジェクトでは実にさまざまなバックグラウンドの専門家と実際の現場でオペレーションに当たる実務家と一緒に議論を進めていく必要があります。ここでの写真はそのワークショップを開催した時のメンバーですが、実に多様なバックグラウンドを持った専門家がいることが分かります。で、このプロジェクトでは、火山の専門家側ですね、左側からは大規模な噴火が迫った段階で、どのような情報であれば出すことができるかということを、出してもらって、で、航空システムの専門家からは、このような情報があれば効果的にオペレーションができるといったような、ニーズをですね、このニーズとシーズをお互いにすり合わせながら、危機管理対応の枠組みを作り上げているというような形で進めております。で、それはその何が最適かというようなことよりもですね、どういったことであればできるのかという、実行可能解を探り当てるようなプロセスで進めています。で、その際重要なのは、それぞれ専門家及び実務家が自らの主張を一方的に話すのではなく、異なる専門領域の人々との共通理解の形成をしていくような態度が必要になってくるということです。で、したがって、そのコミュニケーションにおいては、フラットな関係で相手を尊重する、また専門外の人にとっても理解できるような仕方で説明するといった配慮が特に求められるということになります。で、以上話を取りまとめますと、このインテグレーションアプローチというのは、ハザードがコミュニティに対してさまざまな形でインパクトを及ぼすことを強く認識させてくれます。で、そしてインテグレーションアプローチは、あまり注意が払われていない研究分野でも重要なものが存在していることを気づかせてくれます。で、研究開発の予算の話をしました。そこでは対応研究への予算規模が小さいこと、また大規模な災害が起こった後に研究開発予算が振り分けられる傾向が見て取れました。未曾有の災害は現実に起こるという事実を経験した今、起こった後ではなく、災害が起こる前に想像力を働かせて、さまざまな検討しておくことが必要かと思います。そして最後に、インテグレーションアプローチの研究実践では、
ニーズとシーズをすり合わせながら実行可能性を見出すプロセスがあって、分野を超えたチームには、お互いを尊重し学び合うフラットな関係が必要であることを指摘しました。私の発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。